こんにちは、みじゅりーです。今回はこんなお花のキーホルダーを作っていきます。はい、今回使うのは5号のかぎ針と、糸切りばさみととじ針とマーカーと糸ですね。あとはこういう、キーホルダーにするときにダイソーさんでこんなのがカラビナキーホルダーっていうのが売ってたので、これを使っていきます。糸なんですけど、今回はこんなラフィアというこういう夏っぽい素材を使って編んでみました。広げるとこんな風にちょっとシャカシャカした素材で、夏のバッグとか帽子とか編むのにちょうどいい素材です。こういう素材の注意点としては、買った時にフィルムに包まれて売ってると思うんですが、そのフィルムを外しちゃうとすごくこう元気のいい糸なので、大暴れしますなのでできるだけ出さないように、そのまま外装は外さないで中から糸を取るようにするとか、こういうジップ付きの袋に入れるとかしないと扱いがちょっと大変です今回私はこの黄色と白の色を使います。これは毛糸のピエロさん、五条産業さんの毛糸のピエロさんで買った糸です。名前がニッティングトリコなのかラフィア、これが名前なのかちょっとわからないですごめんなさいはい。で、なんかショップページ見たんですけど、これがね、私去年買ったんですけど、この色がもうちょっと廃盤になってしまって売り切れてるみたいです。こっちの色はありました。他にもいろんな色があるので、よかったら覗いてみてください。で、こういう糸じゃなくても、これはこのジーンズっていうコットンとアクリルの混合の糸で編んでみたものです。同じ編み方で編んで、素材でもこんな風に全然違う感じになるので、いろんな糸で編んでみてください。では早速やっていきましょう。はい、最初にこの丸のところを編みます。これちょっと一番最初に作ったやつで、真ん中を細編みで編んでたんですけど、中長編みにした方がいいかな。この丸の穴がちょっと広がってしまうのが気になったので、中長編みに変更しました。中長編みでご紹介しますね。はい。指にぐるぐる2回かけます。こんな感じで。針を持って、輪の中に針を入れて、糸を引っ張っていきます。糸をかけて輪の中をくぐります。
ギュッとしておきますね。はい。ここから鎖編みを2回編みます。これが中長編みの1目の代わりになります。はい。鎖編み2回編んで、次に中長編みをあと11回編んで、全部で12目の、作り目をします。糸をかけて輪の中に針を入れて、糸を引っ張ってきます。針に糸が3本かかっている状態で糸をかけて3本一気に引き抜きます。はい、これで中長編みが1目編めました。次、もう一回糸をかけて輪の中に針を入れて糸を引っ張ってくる。針に3本糸がかかった状態で糸をかけて3本一気に引き抜く。はい、これで鎖編み2目が最初の中長編みの1個目で、2個目3個目って編めたので3目中長編みを編んだことになります。あと9回中長編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。ここが最初の鎖編み2目。これを1目とするので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12個中長編みが編めたことになります。ここからね、この輪を引き締めていきます。はい、輪の引き締め方なんですが、まずこの糸端ちょっと引っ張ってみます。引っ張るときはここ編み始めのこの根元の方を押さえて引っ張ると引っ張りやすいです。軽く押さえて糸端引っ張ってみます。どっちが動くかを見ます。こっちが動いてるの分かりますか？引っ張ります。ギュギュギュッと縮まる。この縮まった方の糸を今度は引っ張ります。今のはどっちが動くかを確認した作業。こっちが動いたので、こっちの糸を引っ張る。引っ張る時もこっち側、根元側というか編み始めの方の糸をこうやって引っ張っていきます。するともう一本のこっちの糸がどんどん縮まっていきます。ぎゅっと引っ張れなくなるまで縮めます。こういう感じ。はい。そしたらもう一回この糸端の方を引っ張って、はい、これで輪がぎゅっと縮まりました。こういう感じで輪を作ります。はい、ループにかぎ針を戻して、最初に編んだ鎖編み2目の2目目、1個目、1個目、2個目の2個目の鎖編みに針を入れて糸を引っ張ってきて引き抜きます。
回鎖編みしときますか。ほどけないように鎖編みをして糸を切ります。糸処理をするので10センチぐらい残して糸を切ります。はい、これでお花のこのループを抜いて、これでお花の真ん中のところが編めました。この糸端はとじ針で裏側に糸始末しておきます。この糸はちょっと硬くてというか張りがあってぴょんぴょん出てきやすいので、しっかりめに糸始末しておきますね。こう2枚貼り合わせてキーホルダーにしちゃうので、まあいっちゃいいんですけど。裏側で糸始末しておきます。はい。これをもう1枚作るので、もう1個同じのを作っておきますね。はい、真ん中のところが編めました。裏は糸始末してあります。こっちが表で、こっちが裏になります。表側を向けて、ここに花びらを12枚編んでいきたいので、中長編みの頭12個あるか数えてみてくださいね、この時点で。で、通常だとこの最初の鎖編み2目の2目目、ここを1と数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で、最後の引き抜き編みは無視するのが通常だと思うんですけど、私は今回この鎖編みを無視して引き抜き編みのところを使って12枚花びらを編み付けていきます。印をつけておきますね。こっから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。引き抜き編みのところまで数えて12個しっかりあります。はい、これで編んでいきます。白い糸を持ってどっから始めてもいいんですが、中長編みの頭に針を入れて糸をかけて引っ張っていきます。輪の中を糸をかけて輪の中をくぐって、まず糸を固定させて鎖編み、立ち上がりの鎖編み1回編みます。この糸はできる人はこのまま一緒に編みくるんでください。同じ目に細編みを編みます。ここから鎖編みを6回編んでいきます。2、3、4、5、
6、6回編んだら、立ち上がりの鎖編みを2回編みます。はい。今親指で押さえているところが6目め、立ち上がりの2個編んだところです。ここから中長編みを編んで戻っていきます。今押さえている6目めが立ち上がりの2目の根元、土台になる目なので、ここを無視して、その次上から数えたら4番目、1、2、3、4番目の裏山です。裏に向けた時のここが取りにくいですよね。ここ、はい、ここ4番目の裏山、ここに中長編みを編みます。もう一回針に糸を戻して糸をかけて、1、2、3、4番目の裏山に針を入れて中長編み、もう一回針に糸をかけて、その次の面の裏山に中長編み、その次の目の裏山にも中長編み、全部で中長編みを5回編みます。はい、編めました。中長編み5回と立ち上がりの鎖編み2回で全部で6目できているはずです。1、2、3、4、5、6。で、最初の細編みを編んだ目と同じ目に細編みを編みます。はい、これで1回1枚花びらが編めました。次の目、中長編みの頭に細編みを編みます。で、鎖編みを6回編みます。5、6で、立ち上がりの鎖を2回、同じように上から4番目の裏山に中長編み、その次の目にも中長編み、この裏山を取って編むのがなかなか大変ですよね。この鎖編みを編むときに鎖編みをゆったりめに編むと裏山入れやすくなります。中長編み5回編んで、同じ目に細編み、はい、花びらが2枚できました。その次、隣の目に細編み、鎖編みを6回、ゆったりめに鎖編み、鎖編みを2回、4目目の裏山に中長編み、4、5、中長編み5回編めたら、同じ目に細編み編んで、
その隣の目に細編みを編んで移動して鎖編み、これを今3枚編めたので、あと9枚花びらができるまで続けていきます。最後の12枚目の花びらが編めました。で、細編みを同じ目に、編んだところです。ここまで来たら、一番最初に編んだ花びらの根元の細編みを入れたところ、ここに針を入れて糸を引っ張ってきて引き抜きます。一回鎖編み編んどこうかな。この糸は抜けやすいので、ちょっとしっかりめに最後鎖編みを編んで終わります。10センチぐらい残して糸を切ります。そしたらとじ針に今の残した糸を入れて裏に糸を回すようにして裏で糸始末していきます。こんな感じですね。ちょっとくるくる丸まっちゃうのでやりにくいと思うんですが、頑張ってやってみてください。いらない糸は切っておきます。同じものを2枚作って貼り合わせていきます。このお花の先端をマーカーでつなぎ合わせていったらいいかなと思うんですけど、この時にここ鎖編み3つあると思うので、この3つのうちの2つ目真ん中の鎖編みをこんな感じでつないでおくと後で縫い合わせる時に楽かなと思います。真ん中同士をつなげていきます。12箇所やってください。12箇所マーカーをつけました。そしたらこのお花と同じ色の糸を1メーターぐらい切って用意して、とじ針に糸をセットします。そして縫い合わせていきます。このお花の頂点からスタートしようかなと思います。今鎖編み3つあるうちの真ん中2番目のところにマーカーをつけたので、その隣からスタートしていきますね。どうしようかな。この1枚花びら、上の花びらのお花の裏からマーカーをつけた場所のすぐ隣の目、裏から針を入れて10センチぐらい糸端が残るようにしておいて、一回同じ目にくくりつけましょうか。ここからスタートしていきますね。隣の中長編みの頭に針を入れて、向こうの中長編みの
根元、ここにも針を入れて、こういう感じね。その隣の目、今度手前の目、隣の目同士をこんな感じで縫い合わせていきます。同じ目がつながるようにマーカーの位置と目の数確認しながら、ちょっとぐらいずれても全然大丈夫なんですが、できるだけ合うようにぐるっと一周縫い、こういう感じで、こういう感じぐざぐと縫い合わせていきます。はい、半分縫い合わせたところで糸がなくなってしまったので、次新しい糸もう一回とじ針に付け直しました。また途中から糸を足して同じように縫い合わせていきます。はい、ぐるっと一周縫い合わせてきて、最初の鎖編み1目まで縫い合わせたところです。ここでこのキーホルダーをつけていきたいと思います。こんな感じで金具と鎖編みのこのスペースを何回か行ったり来たりしてはい、このぐらいもう一回ぐらいしておきますか。はい。あんまりキツキツにせず、ちょっとゆとりがある感じで置いておきます。このままこの糸でぐるぐる巻いていきます。巻いたら向こう側から針を入れてこういう感じでギュッと締めます。ちょっとたるんじゃった余った糸は見えないようにこの花のモチーフの間
通して中から出しといて、で切っておきます。これも切っておきます。はい、こんな感じでお花のモチーフのキーホルダーができました。ちょっとぐにゃぐにゃ浮いちゃうので何か重しをこうのしてやるとかするともっと綺麗に仕上がると思います。はい、このポンポンの付け方も一応やっておきますか。このポンポン自体は以前の動画で、まん丸ポンポンの作り方ご紹介しているので、それを見てポンポン作ってみてください。その時に作ったいっぱいポンポンがうちにはあるのでそれをこの時もそれを再利用してつけたんですけど、ね、ポンポンつけても可愛いと思います。こんな感じでね、こうでもこうでも水色にしようかな。はい。今回はこのポンポンをつけますね。そしたら、ここにつけたいから、これビーズ挟んでるので、今回もビーズ挟んでみます。このポンポンの糸をとじ針にまず通して、でビーズに通しちゃいます。2本一緒に。で、ここキーホルダーの真向かいの花びら、鎖編みのこの間の空間に入れましょうか。ここに糸を入れて、どうしようかな。これもキーホルダーつけた時と同じ感じで、一回通したらぐるぐるしてぐるぐるしてちょっと待って一回通したら一回戻りましょうか。ここにビーズに戻って、このちょっとできるだけ頑丈にしますね。ビーズに戻って、この根元のポンポンの根元のところ、結んでるところに一回引っ掛けて、もう一回ビーズの中くぐります。あれ、通らないね。ちょっと待って。通ります。よし、通った。ね。そうしたら、ここでぐるぐるします。ね、ぐるぐるして、上から今度は下に戻っていって、もう一回通るかな？通らないかな？無理だったら、この根元。もうちょっと細いとじ針に変えましょうか。とじ針の分太いとビーズの中を通らないので、1本ずついきますか。こうして、これをビーズに通したい。
そうしたい。丈夫かな？ちょっと力技ですが。通らない。通らないから、ここで終わっておきます。ね。ギュッとして、この根元で切っておきます。もし通るんであれば、この中通した方が、ね、取れにくいと思うので、こういう感じでポンポンつけても可愛いです。はい。なんかサイズが同じ号数で編んだんだけど、すごい大きくなっちゃった。こっちは約 9.5 センチ、こっちが10センチぐらいになりましたね。で、これがコットンとアクリルの毛糸で編んだやつです。糸を変えるだけでも結構感じが変わって面白いので、いろんな糸でいろんな色で編んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。